今回は果実ぎっしりヨーグルトフルーツケーキの作り方をご紹介します。クリスマスの食卓にも映える華やかさと一口で満足感のある濃厚な味わいのケーキです。材料を混ぜて冷やすだけで完成する簡単レシピですので、ぜひ最後までご覧ください。ヨーグルトケーキの中に入れるフルーツはこちら。お好きなフルーツをご用意ください。バナナは変色してしまう可能性が高いのであまり向いていません。いちごは中に入れるものと飾り用で分けておきます。キウイにはタンパク質を分解する酵素が含まれているため、入れすぎるとゼラチンが固まりにくくなります。そのため使う場合は全体の量の半分までにしておくと安心です。生のパイナップルやマンゴーも同じなので、使う場合は少量にしてください。残り半分は飾り用にしたいと思います。常温に戻しておいたクリームチーズをボウルに入れます。若干味わいは変わりますが、水切りヨーグルトでも代用できます。クリームチーズは常温に戻すと柔らかくなり、混ぜやすくなります。もし常温に戻し忘れた場合は、根気よく混ぜるか、電子レンジ600ワットで20から30秒ほど温めてから混ぜてください。すぐに柔らかくなりました。ここにヨーグルト 400g を入れます。ヨーグルトは最初から全部入れず、まずは全体の4分の1ほどを加えて混ぜると分離しにくく滑らかに混ざります。残りのヨーグルトを入れたら全体を混ぜ合わせましょう。ゼラチン 10g をボウルに入れます。お湯を大さじ4杯入れてゼラチンを溶かしましょう。完全に溶けたらヨーグルトの中に入れます。ミックスナッツを 50g、 アーモンド、カシューナッツ、ピスタチオが入っています。ドライフルーツはクランベリーとレーズンを合わせて 100g。 色鮮やかなクランベリーを多めに用意しました。ドライフルーツはお好みのものをお使いください。オレンジピールなどを入れても色鮮やかになりそうです。キウイを半分、ブルーベリーを 30g。 生のフルーツを入れたら潰さないようにさっくり混ぜます。今回はパウンド型で作ります。型がない場合は牛乳パックで作ることができます。今回使用するパウンド型とほぼ同じサイズですので、側面を切り開いてお使いください。牛乳パックもない場合はボウルや丼にラップを敷く方法で代用できます。丸型を使う場合は直径16から18センチを目安にしてください。クッキングシートは型に沿って細長い十字型に切ります。
型に流し入れます。いちごは均等に入れたいので最後に押し込みます。中に空洞ができないようにトントンして空気を抜きましょう。今回はボトムなしで作っていますが、お好みで市販のクッキーやスポンジケーキを敷いても美味しく仕上がります。ラップをかぶせたら冷蔵庫で半日ほど寝かせます。半日寝かせました。ゆっくり型から取り出します。ケーキが柔らかいのでクッキングシートもゆっくり剥がします。飾り付けの前に切って中を見てみます。押しながら切ると潰れてしまうことがあるので、あまり力を入れずに切ってみてください。具沢山です。トッピングはお好みで。トッピングがなくても見た目は十分華やかですが、今回はいちごとキウイを使ってクリスマスカラーにしました。果実ぎっしりヨーグルトフルーツケーキの完成です。早速いただいてみます。甘さ控えめのレアチーズケーキのような味でさっぱりしています。全体は滑らかな口当たりですが、ところどころに入ったナッツが心地よい歯ごたえのアクセントになり、とても美味しいです。本当はすべてドライフルーツで作りたかったのですが、ブルーベリーが手に入らなかったため、冷凍ブルーベリーを解凍し、水分をしっかりとって代用しました。やはり冷凍フルーツは解凍すると細胞が壊れて水分が出やすいため、今回のレシピには少し向いていないと感じました。ナッツが苦手な場合は省略しても良いですし、ドライフルーツも手に入りやすいもので代用していただいても構いません。量もお好みで増減していただいても問題ないのですが、増やしすぎると切る時の難易度が上がるので入れすぎにはご注意ください。今回はクリームチーズを使いましたが、水切りヨーグルトで作るとよりあっさりした味わいになります。水切りが面倒な場合はギリシャヨーグルトをお使いください。今回はパウンド型で作りましたが、丸型で作ったりタルト生地に流しても美味しいと思います。お好みの形で作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。